企業が規制強化への期待の下でインフラストラクチャを再興する中、切断されたクラウドは AI データガバナンスの向上を目指しています。隔離された環境での運用継続性を確保することはビジネスにとってますます重要になっています。継続的なインターネットアクセスが不足している施設は外部依存が受け入れられなくなるという特有の制約に直面します。マイクロソフトは最近、規制対象の業界や公共部門がデジタル経済に独立して参加できるように機能を拡張しました。これらのシステムへの信頼はデータが保護され続け、制御が強制可能であり、外部条件に関係なく運用が進行するという確信から生まれます。同社は現在、接続モード、断続接続モード、及び完全切断モードにわたるフルスタックオプションを提供しています。このアーキテクチャでは、Azure ローカル、Microsoft 365ローカル、Foundry ローカルが単一のソブリンプライベートクラウドに統合されます。これらの要素を組み合わせることで、あらゆる接続状況に強いローカライズされたエクスペリエンスが提供されます。すべての展開全体でガバナンスを標準化することで、企業がアーキテクチャの断片化を防ぐのに役立ちます。Azure ローカルの非接続操作により、組織は使い慣れた Azure ガバナンスとポリシー制御を使用して重要なインフラストラクチャを完全にオフラインで実行できます。実行、管理、ポリシーの施行はすべて顧客が運営する施設内で行われます。このアプローチにより、企業は中断のない業務を維持し、設定された境界内でアイデンティティを保護し続けることができます。実装は、小規模な導入から要求の厳しいデータ集約型のワークロードまで拡張できます。復元力と AI データガバナンスの同時向上。AI を主権環境に導入すると、高いコンピューティング要件が発生します。ファンドリーローカルを使用すると、企業はマルチモーダルな大規模モデルを完全にオフラインで実行できます。NVIDIA などのパートナーが提供する最新のハードウェアを利用して、顧客は独自の物理サーバーに AI 推論を展開します。これにより、データとアプリケーションプログラミングインターフェースが顧客が管理する境界内で厳密に動作することが保証されます。AI 推論の需要が時間の経過とともに増加する場合でも、顧客はハードウェアに対する完全な権限を維持します。プロクシマス・ルクセンブルクの CEO、ゲラード・ホフマン氏は次のように述べています。Azure ローカルの切断された運用が利用できることは、マイクロソフトクラウドの能力を犠牲にすることなくデータを制御する必要がある組織にとって画期的な進歩となります。デジタル主権が単なる原則ではなく戦略的必要性であるルクセンブルクにとって、このモデルは、現実世界のロボットや産業機械を制御する人工知能の分野であるフィジカル、AI には階層の問題があります。上位では、オープン AI と Google がマルチモーダル基盤モデルを拡張しています。その中間で、NVIDIA は物理 AI 開発のためのプラットフォームとツールを構築しています。そして、第3の陣営があります。日立やドイツのシーメンスのような産業メーカーは、物理世界を理解しなければ、物理世界を移動できるように機械を訓練することはできないという、静かではあるがおそらくより根拠のある議論を行っています。日立が日経アジアとの最近のインタビューで明らかにしたように、その議論は現在、役員室での戦略から工場現場での展開に移行しつつある。物理 AI に優れたモデルが必要な理由。日立製作所の人工知能テクノロジーイノベーションセンターの副所長である柳井康介氏は、実行可能な物理的な AI と理論的な AI の違いについて率直に語ります。物理学や産業機器の基礎知識から始まる体系的な理解がなければ、物理学 AI を社会に実装することはできません、と同氏は日経新聞に語った。日立の売り文句は、鉄道、電力インフラ、産業用制御システムの構築で数十年にわたって蓄積された基礎知識の多くをすでに保有しているというものだ。同社は、気体や液体の挙動をモデル化する熱流体シミュレーション技術と、機器の状態を監視するための信号処理ツールを備えており、これを柳井氏は日立の製品設計と制御ロジック構築に関する広範な知識を支えるエンジニアリング基盤と表現している。ダイキンと JR 東日本。日立の包括的な物理 AI アーキテクチャである統合ワールドインフラストラクチャモデル、DUIM は、
複数の特殊なモデルとデータセットを統合する専門家混合システムと説明されていますが、まだコンセプト検証段階にありますが、2つの実際の展開は基礎となるアプローチがすでに成果を上げていることを示しています。日立はダイキン工業と共同で、業務用エアコンの製造設備の故障を診断する AI システムを導入した。機器の保守記録、手順書、設計図で訓練されたこのシステムは、異常が検出された時にどのコンポーネントが故障している可能性があるかを特定できるようになりました。これまでは経験豊富なエンジニアの頭の中にのみ存在していた一種の操作上の直感です。日立は東日本旅客鉄道、JR 東日本と共同で制御装置の不具合の根本原因を特定する AI を構築した。アンスロピックは水曜日、シアトルのテクノロジーシーンの大手企業に深いルーツを持つ AI スタートアップ企業、バーセプトを買収したと発表しました。この買収は、アンスロピックがクローダーコードの拡張を支援するために12月にコーディングエージェントエンジン分を買収して以来、最新のものとなります。バーセプトは、リモートの Apple MacBook を操作できるクラウド上のコンピューター使用エージェント製品、VY など、より複雑なエージェントタスク用のツールを作成していました。バーセプトは AI エージェントの時代に向けてパーソナルコンピューターを再興することに取り組んでいる多くのスタートアップ企業の一つです。契約の一環として、アンスロピックは3月25日にバーセプトの製品を終了します。このスタートアップは、シアトルの AI に特化したインキュベーター A12 の卒業生であり、このインキュベーターは長年のアレン AI 研究所から誕生しました。バーセプトの共同創設者もアレン研究所にルーツを持ち、以前は同研究所の研究者でした。共同創設者の一人であるマット・デートケ氏は、メタ社のスーパーインテリジェンス研究所に参加するためにメタ社から2億5000万ドルという法外な報酬を交渉した AI 研究者の一人として昨年ニュースになった。水曜日、デートケ氏は X に関する投稿で元同僚を祝福した。バーセプトは、この地域では比較的知名度の高い AI スタートアップ企業でした。アンスロピックによる買収を発表したリンクトインの投稿の中で、バーセプトの CEO、キアナエ・サニー氏は、このスタートアップが総額5000万ドルを調達したと述べた。彼女は A12 の取締役であるセス・バノン氏を筆頭投資家として指名した。バーセプトは以前、昨年1月にシードラウンドで1600万ドルを調達したと発表していた。エンジェル投資家のリストも印象的で、元 Google CEO のエリック・シュミット氏、Google ディープマインドのチーフサイエンティスト、ジェフ・ディーン氏、クルーズ創設者のカイル・フォークト氏、ドロップボックス共同創設者のアラシュ、フェルドーシ氏などが含まれていたとギークワイヤーは報じた。アンスロピックの買収発表の中で、同社は共同創設者のエサニー、ルカウェアズ、ロスガーシックを買収に参加するチームの一部として指名しました。ただし、バーセプトの共同創設者全員がクローダウメーカーに加わるわけではありません。オーレン・エツヨーニ氏は、以前にバーセプトの共同創設者及びこのスタートアップへの投資家として名を連ねており、シアトルではアレン AI 研究所の創設リーダーとしてよく知られている。デートケと同様に、彼もアンスロピックには参加しておらず、この買収については声高にあまり満足していなかった。彼はリンクトインに次のように投稿した。1年ちょっと経った今、バーセプトは、顧客にプラットフォームから降りるまで30日間の猶予を与えることになりました。素晴らしいチームがアンスロピックに加わることになりました。彼らの幸運を祈ります。テククランチファウンダーサミットで最大300ドルまたは 30% 割引。1000人以上の創設者と投資家。Google は、おなじみのロボットソフトウェアプラットフォームを自社の傘下に置くことで、物理 AI の分野にさらに進出しています。産業用ロボットをより利用しやすくするために設計された AI モデルとソフトウェアを構築するアルファベット傘下のイントリンシックが Google に変わると両社は水曜日に発表した。イントリンシックは Google 内で別個の存在であり続けますが、Google ディープマインドと緊密に連携し、Google のジェミニ AI モデルとクラウドサービスを活用します。アルファベットは資金調達や買収価格に関する情報の共有を拒否した。イントリンシックは、アルファベットのムーンショット研究部門であるアルファベット X 内での5年間の開発を経て、
2021年にアルファベット所有の独立企業に卒業した。X を卒業した他の企業には、ロボタクシー会社のウェイモやドローン配送会社のウィングなどがある。